はいどうも皆さんこんにちは。今回は大久保政権と民選議員設立憲白書についてお話ししていきます。前回の動画では政府が分裂する様子を見てきました。土佐肥前を中心とする勢力が政府を辞めたことにより、薩摩長州を中心とする勢力が力を持つという経緯です。こうして薩摩藩出身の大久保利通による大久保政権が始まっていくのです。一方、政府を辞めた江藤新平や西郷隆盛は武力によって、板垣退助は言論によって政府に反抗していきます。これが西南戦争や自由民権運動につながっていくのです。ということで、まずは政府に残った大久保利通、次に言論での反抗を行った板垣退助、最後に武力での反抗を行った江藤新平の動向を確認していきましょう。1871年、岩倉使節団として海外を見て回った大久保利通は、国外の強い国に共通するものは産業力、経済力だと考えました。しかしこの頃の日本は近代化が始まったばかり、産業力も経済力も十分に発達していません。ということで大久保利通は政府自らの手で産業に力を入れることを考えました。大久保利通は内務省という新しい省庁を設立し、自らそのリーダーに就任して自身に権限を集中させたのです。こうして内務卿大久保利通を中心に大蔵卿大隈重信、工部卿伊藤博文がそれを支える大久保政権が始まります。権限を集中させた大久保利通は彼らと連携し、その権限を使って日本の産業を発展させていくのです。では反対に政府を辞めた人々はどうしていたのでしょう。辞めた側の主要人物は江藤新平、西郷隆盛、板垣退助です。彼らは各々の考えのもと、どうにかして権力を取り返そうと考え始めます。しかし西郷隆盛が活動を始めるのは少し時間が経ってからです。なので今回の動画では西郷隆盛は扱わず、板垣退助と江藤新平の動向を見ていきます。板垣退助はもともと政府の中心にいたこともあり、西洋の本をたくさん読んでいました。なので板垣は西洋の思想は進んでいる、この思想を根拠に政府に改革を要求しようと考えたのです。そこで板垣は政府に不満を持つ人たちを集めて日本初の政党を結成。これが愛国公党です。今までの日本では政治は偉い人たちが決めるもの、国民が参加することはできませんでした。しかし愛国公党の結成により政治は国民が参加するものになり始めます。愛国公党の結成はそういった点で画期的な出来事だったでしょう。そんな板垣退助たちは、今の政府は薩長を中心とした一部の人だけで何でも決めている、こんなのはおかしいと主張して政府を批判し始めます。こうして板垣たちは政府に意見書を提出しました。これが民選議員設立憲白書です。民選議員設立憲白書で板垣たちが主張したことは、簡単に言うと国会を開けということです。この頃の日本では権限を集中させた大久保利通を中心に政府の有力者が法律を作っていました。そこで板垣退助は、国民を政治に参加させろ、国民の代表者が会議を行って法律を作るべきだと批判したのです。つまりこの頃の日本は、今の日本は近代国家に移り変わる大切な時期だ、そんな時期に無知な国民たちが政治に口出しをするようになったら大変だ、政治は政府の判断で行うと考える政府と、薩長の奴らだけいい思いをする今の政治はおかしい、国会を開いて政治に参加させろ、政治は国民の判断で行うべきだと考える反政府のグループに分かれた状況でした。この時に力を発揮したのが新聞です。明治維新の中で発達した新聞は、大量に同じ文章を印刷することができるようになっていました。そうなると多くの人が今まで知らなかった情報に触れることができるようになります。この新聞の発達が板垣退助たちの活動を大きく後押ししたのです。板垣退助たちの政府への批判は新聞に掲載され、たくさんの国民に影響を与えました。この前まで政府の中心にいた人たちが国会を開けと要求している。国会とは何だ、議会とは何だ、開くべきなのか開かないべきなのか、そのように多くの国民が政治について考え始めたのです。国民としては政府の独裁よりも自分たちが政治に参加できる方がいいに決まっています。多くの国民は板垣たちを支持するようになり、数多くの署名や投書が集まっていきました。
これが後の自由民権運動へとつながっていくのです。さて、民選議員設立憲白書に名前を連ねていた江藤新平ですが、彼は国会開設に賛成していたというよりは政府に反発していただけでした。そういうこともあり、江藤新平は民選議員設立憲白書を提出した後にふるさとの佐賀に帰ってしまいます。以前お話しした通り、この頃の士族たちは存在意義を否定され、政府に不満を持っており、たびたび問題を起こしていました。そんなところに江藤新平が帰ってくるのです。最初は江藤新平も不平士族と距離を置いていましたが、最終的にはつながって政府に反抗するようになりました。こうして起きたのが佐賀の乱です。佐賀で反乱が起きた。このことを聞いた大久保利通の行動は素早いものでした。もともと不平士族たちの暴発を警戒していた大久保は自ら佐賀県へ出張し、鎮圧へと乗り出します。対する江藤新平は、佐賀が決起すれば薩摩の西郷など各地の不平士族が続々と後に続くはずと考えて挙兵して佐賀県庁を襲撃しました。この反乱を政府軍は鎮圧しましたが、江藤新平は鹿児島に逃亡。西郷の元を訪れて協力を要請しましたが、西郷はこれを拒否。江藤はその足で高知県まで逃げましたが、最終的にそこで捕まってしまいます。こうして捕まった江藤新平は佐賀に送り返され、臨時裁判の結果処刑されるのです。このように当時の日本では度重なる重圧により政府に対して不満を持った人たちがたくさんいました。政府としてはこの状況はよくありません。なので政府は国内に向いている不満を国外に向けようとまた考えたのです。こうして話に上がってきたのが台湾出兵です。台湾出兵については次の動画でお話ししますので、ここでは詳しくは扱いません。今の段階では政府が国内に向いている不満を国外に向けようとしたという理解で大丈夫です。これに反発したのが木戸孝允でした。我々は政官論では内地優先を唱えていたじゃないか。土佐肥前を排除した途端に外政を行うのは筋が通っていないと考えたのです。結局この対立が影響して木戸孝允は政府を辞めます。残った伊藤博文のような人々も台湾出兵には消極的であり、大久保利通は政府内部で孤立してしまったのです。大久保利通としては困ります。なんとかしなければ、そう考えていたことでしょう。対して政府を去った木戸孝允は先に政府を去っていた板垣退助に接触しました。木戸孝允が目指していたのは憲法の制定、板垣退助が目指していたのは議会の設置。目指している方向性としては似ていたのです。こうして木戸と板垣が手を組んで憲法の制定と議会の設置を政府、つまり大久保に要求していくことになります。ここで大久保は木戸、板垣の言うことを聞いてやろう。その代わり彼らには政府に復帰してもらおうと考えました。要するに大久保は木戸、板垣と妥協することによって反政府的な運動を弱めようとしたのです。こうして大久保、木戸、板垣が大阪の料亭で会談。大久保は将来的な憲法の制定、議会の設置に同意するとして2人に政府への復帰をお願いしたのです。これが大阪会議です。さて、政府の目指す方向性が定まったので、そのことを国民に知らせなければなりません。こうして出されたのが前時立憲政体樹立の詔書です。次第に憲法を定め、議会を通して国民が政治に参加できるような政治体制を樹立しますよと宣言したのです。ということで政治の体制が再び変わります。参院と右院は廃止され、各省は独立。憲法を作るために元老院という立法機関を設置して司法機関の頂点、今でいうところの最高裁判所として大審院が設置されます。こうして日本は憲法を制定し議会を設置する方向を目指していくのです。さていかがだったでしょうか。明治時代の政府は人も制度も目まぐるしく変わるから大変ですね。ここまでいくつかの動画に分けて国内の様子を見てきましたが、混乱を避けるために国外の様子は詳しく話していません。なので一度時間を戻して国外の様子についてお話しします。ということで次の動画では明治初期の外交についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。